皆さん、こんにちは、コスモ姫香です。D マオです。健康ライフをもっと楽しく、もっと身近に感じてもらうために、このチャンネルでは、健康や栄養に関する情報をわかりやすく伝えています。今日も新しい発見があるかも、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。今回の話は、バランスの良い食事ってどんな食事？ねえ、まおちゃん、バランスの良い食事ってよく聞くけど、具体的にどんな食事のことなの？姫香ちゃん、バランスの良い食事ってね、全部の栄養をしっかりとることあるよ。例えば、タンパク質、ビタミン、ミネラル、全部大事あるね。でもね、人によってどの栄養が必要か違うあるよ。へえ、やっぱり人によって違うんだ。確か妊婦さんは葉酸が必要って言うけど、普通の人には必要ないの？葉酸は特に妊婦さんには大事あるよ。でも、普通の人も少しは必要ね。健康のためにバランスよく食べると自然に取れるね。そうですね。でも、運動してる人と全然運動しない人でも、同じ食事がいいのかな？それは違うね。運動する人はもっとエネルギー必要あるよ。筋肉のためにタンパク質とかかね。運動しない人は逆に食べ過ぎ注意ね。太っちゃうよ。確かにそれはそうだよね。まおちゃん、東洋医学的にはどうやってバランス見るの？東洋医学ではね、陰陽とか五行を使って体のバランスを整えるよ。例えば、疲れやすい人は気が足りないから補う食べ物を食べるね。鶏肉とか生姜がいいあるよ。気って食べ物で補えるんだ。知らなかった。でも、なんだか難しそう。ちょっと難しいね。でも、西洋医学も似てるとこあるよ。例えば、疲れたらビタミン B を摂取するとか、似てる感じあるよ。そういうことか。確かに栄養補給って言えば、ビタミンとかミネラルって西洋医学でも大事だもんね。でも、食事バランスって、結局、人によって違うってことなんだよね。そうそう、みんな同じバランスじゃなくて、それぞれに合ったバランスが大事あるよ。例えば、アレルギーがある人には、特別なアドバイスが必要よ。それから、今どんな生活してるかも大事ね。確かに外食の人、毎日自炊する人じゃ、全然違うもんね。じゃあ、まおちゃん、どうやって、その人に合ったバランスを見つけるの？たくさん質問することあるよ。何を食べてるか、運動してるか、どんな悩みがあるか注目。まさにその人にぴったりの食事を考えるある。なるほど、やってて、個別アドバイスするのが大事なんだね。じゃあ、まおちゃん、アドバイスするときは、どうするの？私はね、東洋医学の知識を使って、その人の体質を見て、足りないものを考えるあるよ。でも、姫香ちゃんは、西洋医学得意だから、ビタミンミネラルとかのことを詳しく教えてほしいね。もちろん、一緒に力を合わせて、やっていこうね。やっぱり、バランスの良い食事って、ずっと同じじゃなくて、その人に合ったものを探すことが、大事なんだってよくわかったよ。あなたの解決したい悩みや、症状は何ですか？血糖値が高い、血圧が高い、膝が痛い、疲れやすい、腰が痛い。とにかく痩せたい、アトピー性皮膚炎、更年期障害、集中力アップ、体力アップ。坐骨神経痛、線維筋痛症、慢性疲労症候群、メタボリックシンドローム、健康維持。認知症予防、うつ病、不眠症、高脂血症、肌荒れ、ニキビ、シワ、たるみ。まおちゃん、ちょっと聞いてもいい？食事で、いろんな悩みを改善できるって話、よく聞くけど。例えば血糖値が高いとか、膝が痛いとか、どうやって食事で改善するの？姫香ちゃん、そうあるよ。食事はとても大事です。例えば、血糖値が高い人は、糖質を控えめにするあるね。膝が痛いなら、体重を減らすことで、負担が軽くなるあるよ。だから、とにかく痩せたいって人には、食事でカロリーをコントロールするのが大事あるね。なるほど。でも、症状によって、食事の内容が全然違うんだね。例えば、アトピー性皮膚炎とか、更年期障害とか、全然違う悩みだよね。そうね、全然違うあるよ。アトピーの人には、炎症を和らげる食べ物がいいね。例えば、オメガ3脂肪酸が豊富な魚とかね。でも、魚が嫌いな人には、代わりに他の方法を考える必要があるね。更年期障害なら、ホルモンバランスを整える大豆とかがいいあるよ。でも、これも人によるね。同じ症状でも、その人によって、アドバイスが変わるってことか。じゃあ、
ずっと同じアドバイスは通用しないんだね。そうよ。例えば、外食が多い人と、家族が食事を作ってくれる人、アドバイスが違うあるよ。外食が多いと、自分で食べるものを選ばないこともあるね。だから、その人の生活に合わせたアドバイスが大事あるよ。それに薬を飲んでる人とか、運動してるかどうかでも変わってくるよね。だから、全部聞かないと、正確なアドバイスはできないってことか。例えば、甘いものが止められない人には、無理に止めさせると、ストレスになるあるね。ストレスが増えると、健康に悪いから、できる範囲で少しずつ、改善するのがいいね。そうだね。なんとなく我慢させると続かないし、逆効果になっちゃうもんね。最終的には、その人が快適に暮らせるようになるのが、一番の目標なんだよね。その通りね。健康は続けられることが一番大事よ。だから無理をさせずに、その人に合ったバランスを見つけていくことが大切ある。わかりやすい。ありがとう、まおちゃん。やっぱり食事指導が大事なんだね。ひめかちゃん、一緒に健康を広めていくあるね。まとめ。健康的な食事をするためには、その人の体や生活の状況に合わせたやり方が必要ということです。例えば、同じ膝が痛いという悩みを持っている人でも、体重が多い人とそうでない人では、アドバイスの内容が変わるかもしれません。また、薬を飲んでいる人や、運動している人でも、必要な栄養や食事の量は違ってくるんです。そして、一番大事なのは、無理をしないことです。健康にいいからといって、嫌いなものを無理に食べたり、やめられないことを無理に止めたりすると、続けるのが辛くなります。健康な生活を長く続けるためには、できることを少しずつ取り入れて、自分に合った方法を見つけることが大事なんだと思います。健康に良いことは一つじゃないということがよくわかりました。みんなが同じ方法で健康になるわけではなく、自分の体や生活に合ったやり方を見つけることが、より良い結果を生むことになるんだなと感じました。ぜひ参考にしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はどうでしたか？この動画を見てるあなたがもっと元気になっていくと嬉しいです。健康情報や元気になるものをどんどん配信していきます。高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。また次の動画で会いましょう。